右足を伸ばします。こんな感じで、右足の方に向かって体を倒します。右の裏もも、膝の裏伸びてくると思います。きつい人はそんなに体前に倒さなくてもいいので、膝しっかり伸ばしておきましょう。逆に余裕がある人は手でつま先掴んじゃいましょう。空いてる手で膝が曲がらないように押さえておくのがおすすめです。呼吸は止めないようにして、肩あんまり力入りすぎないようにしましょう。目的は裏もも、膝の裏を伸ばすことです。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。これで逆足いきます。左足伸ばします。これで左足の方に向かって体を倒していきます。膝の裏、裏ももしっかり伸びてる感覚あれば OK です。きつい方はこんなに体前に倒れなくてこれぐらいでも大丈夫。しっかりで膝だけ伸ばしておきましょう。逆に余裕がある人、手でつま先掴みましょう。肩は力入れすぎないようにしてしっかり呼吸しましょう。呼吸のタイミングとかもよく質問されるんですが、僕は呼吸を止めなければそれで OK だと思ってます。よし OK。 そしたら次はこんな感じ、体育座りの感じで膝を左に倒す、右に倒す、こんな感じです。きつかったら手を床についても OK です。以前の動画でもこれやったの覚えてますか？余裕があればね、手を離してこんな感じでやってみましょう。ちょっとずつね、前に進んじゃうことは全然問題ではないです。僕もね、前進んじゃうんで。きつかったら手床についてくださいね。しっかり股関節を左右に倒す。頑張って。よし OK。 そしたら次、開脚できるところまでしましょう。そんなにね、無理しなくていいです。まあ内ももがちょっと伸びるかなぐらいのところで OK です。そのとこでつま先を内外にねじります。手は床ついてても OK です。しっかり内外、このね、付け根からねじるイメージ。手床ついていいですからね。慌てなくて大丈夫です。自分のペースでしっかり内外にねじる。呼吸は止めないようにしましょう。余裕があればもっと開いてもいいです。逆に余裕ない人はもうちょっと狭くしてもいいですよ。自分のペースでね、やっていきましょう。再生速度を速めたり遅めたり、途中で一時停止してサボったり、自分のペースでね、やってみましょう。OK。そしたら次、右足だけ伸ばします。股関節なるべく開いた状態で体を真正面に倒します。内ももを伸ばしていきます。皆さん、内もも伸びる感じありますか？つま先が前に倒れちゃうと効果半減です。しっかりつま先真上向けておきましょう。ちゃんとぐーっと上向けて、呼吸止めないようにしましょう。余裕があればもっと前に倒れる。きつかったらつま先前に倒れちゃっても OK です。内ももが伸びてればそれで OK です。よし OK。 そしたらそのままですね、右足伸ばしたままつま先倒す、ぐっと上向ける。しっかり股関節付け根からねじるイメージです。呼吸はね、止めないようにしましょう。ぐっと向ける。内ももを伸びる感じあれば OK です。余裕が出てきたらちょっとずつ股関節開いてあげるとね、より効いてくると思います。呼吸は止めないようにしましょう。しっかり上向けて。きつい。よし OK。 そしたら次は左足を伸ばします。なるべく股関節を開く。その状態で体を真正面に倒していきます。左の内ももをストレッチしています。つま先なるべく上向けておきましょう。内もも伸びれば OK です。きつい方、こうやって体倒さなくてももちろん OK です。最近質問でよく正しいやり方がわかりません。この YouTuber の人はこう言ってたのに、深井さんはこう言ってます。どっちが正しいんですかっていう質問とかもね、来たりします。もう体のことに関して正解考え出すとすごい難しいです。僕はこの内もも伸びてれば OK だと思います。OK。そしたら、次の種目、そのままもう一回体前に倒して、
つま先前に倒す。しっかり上向ける。これを繰り返していきましょう。股関節付け根からねじるイメージ。結局僕はストレッチってそこの筋肉を動かす、伸ばすことが目的なので、僕が今ここ伸ばしたいですよ。例えば内ももって言ってるところが、そこが伸び縮みしてる感じあれば OK です。これ内もも伸びますよね。それで OK です。強いてダメなこと言うとすれば、無理やりギューッと伸ばしすぎて、いてててててってなるのは NG だと思います。精神的にもきついし、肉離れしちゃう可能性もあるので、そんなに無理する必要はないです。OK。よし、じゃあ次。これで足の裏合わせて、ぐっと手前に引きましょう。その状態で、体を正面にぐーっと倒していきます。なるべく膝外に開いて、体を前に倒す。これもね、以前の動画で柔軟性チェックやったんですが、理想は、この膝がね、床から拳1個分ぐらい。これぐらいですね。これぐらいの状態で、なおかつ前に倒れて、肘がね、床につくぐらいまでいけるといいなと。僕もね、今ちょっと硬くて、かなりギリギリな感じですけど、なるべく膝外に開いて、前に倒れる。この内ももとかね、ストレッチしてます。オッケー。そしたら次は右足だけ前に出しましょう。こんな感じです。それで体を真正面に倒します。右のお尻伸びる感覚あれば OK です。余裕があればもっと前に倒れてもいいし、ちょっとね、こうやってねじってもいいと思います。いまいち伸びないよって方もこうやってねじってみたら、あ、伸びたなんてことはよくあります。呼吸は止めないようにして、自分がね、伸びる位置探しましょう。伸びなかったら、もっとこの足、こんな感じで前出して倒してみてもいいし、逆に手前に引いてみてもいいです。自分が伸びるなーって位置を探してみましょう。呼吸止めない。肩もね、力入れすぎないで、自分のペースで行いましょう。OK、逆足いきます。左足を前に出します。こんな感じで体を正面に倒します。左のお尻伸びてくれば OK です。余裕があればもっと前に倒れる。きつい人はこれぐらいでももちろん OK。お尻が伸びてればそれで OK です。逆にね、ちょっと斜め前に倒したりするとより伸びてきたりもします。で、今までコメントでやっぱりこの今やってる種目どうしても何やってもお尻が伸びませんって方いただきます。そういう意見をね、いただきます。一パターン目としては単純にお尻が柔らかいから伸びてる感じがしないっていう可能性もあるんですが、単純に硬い部位がね、に当たってない可能性があるので、もういろんな向き試してみると良いと思います。OK。次は右足を左、こっちに持ってきます。で、両手でこの足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻が伸びてきます。なるべくピンと姿勢正しておきましょう。きついよーって人は、こんなに足引かなくてもいいです。この辺でももちろんいいです。お尻が伸びてればそれで OK です。目的はお尻伸ばすことです。逆に余裕だよーって人は足をしっかりお腹に引きつけてピンと姿勢張りましょう。上から引っ張られてるイメージ。お尻伸びれば OK です。肩力入れすぎない。呼吸が止めないようにしましょう。よし OK。逆足いきます。左足右こっちに持ってきて両手でこの足お腹にぐーっとつけましょう。左のお尻が伸びれば OK です。これもし伸びないよーって方いらっしゃればコメントで遠慮なく質問してください。ただ大体はちょっと体を試しにねじってみたりとか、しっかり足をお腹につけたりとか、ピンと姿勢を張ることで伸びてくると思います。ちょっとね、無意識にズルしちゃってると伸びないよって勘違いしたりするので、そこはね、ちょっとやり方見直してみましょう。OK。次、前屈していきます。長座前屈。足を伸ばして、なるべく前に倒れていきましょう。こうやって反動つけていいです。いけるとこまで倒れましょう。まあ最低でもね、指先触れるぐらい行きたいんですが、僕もほんと最低ギリギリです。倒れないよって方も大丈夫です。もうこれぐらいでも全然 OK。この膝の裏とか伸びる感じありますよね。そこを伸ばすことが目的です。手で指を触ることは目的ではないです。前屈して裏もも膝の裏伸ばすことが目的です。自分のペースで大丈夫です。余裕がある人はどんどん前に倒れましょう。これね、全く人と比べる必要ないですからね。自分ができる範囲でやりましょう。OK。次、あぐらかきましょうか。楽な体勢で右手、右肘床について、左手万歳します。
左の脇腹、脇の下、伸びてくれば OK です。この指先、遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。向こうに向かってぐーっと。で、斜め前倒したりとか、真横に倒したりとかね、自分が一番伸びるなーって位置を探してみましょう。どの方向が正解ってのはないです。強いて言うなら、いろんな方向ついているので、全部の方向30秒ずつやりましょうっていうのが正解ですかね。ただ、もう全然ズボラじゃなくなっちゃうので、まあ、全体で30秒でいいでしょうと。よし、OK。これで逆行きましょう。左手で、左肘、左の床に手をついて、右手で万歳します。指先を遠くに向かってグッと伸ばす。右の脇腹、脇の下、広背筋という筋肉伸ばしてます。よく最近来る質問は、この時にお尻が浮いちゃうんだけど、いいのって来るんですけど、全く何の問題もないです。目的は脇腹、脇の下伸ばすこと。先ほどもお伝えしましたが、ストレッチの目的は伸ばすこと。なので、代償って言って、硬い人はこうやって浮いてきちゃったりするんですけど、全く問題ないです。伸ばしたいとか伸びてれば、それで OK。細かいことそんなにね、気にしなくて大丈夫です。OK です。そしたら次は、頭の後ろで、こう手を組みましょう。後頭部で手を組む感じです。そのまま、おへそをぐっと覗き込む。ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む。ゆっくり反らせる。この時、足はすごい楽な感じで大丈夫です。あぐらでもいいし、こうやって足伸ばしててもいいです。自分がやりやすいように、足は楽な状態作ってください。普段反らさない範囲まで反らす。しっかりおへそ覗き込む。反らせる。丸める。肩腰痛い方、痛みない範囲で大丈夫です。呼吸は止めないようにやっていきましょう。しっかり反らせる。OK。